独学なんですかっていうの結構来るよね。家神社で出なんにもない。直角までいかないぐらい。おチームはどのくらい切れるのかを見てみようと思います。おお、すごっ。うわ、怖い怖い怖い。オッケー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 。こんなもんですね。こんな感じです。まあなんか安全なのはこれくらいかなって。あ直角までいかないぐらい。皆さんこんにちは、さおりです。今、日本の最北端稚内に来ています。ここは稚内にある抜海漁港というところです。運が良ければ野生のアザラシを見ることができるそうなんですけど、探してみましたが全く見当たりませんでした。ですが、見えますか？奥に利尻島が見えています。これ天気が良かったら見えるそうで、すごくラッキー。で、帯広からこの最北端の稚内まで数日かけて片道400キロ移動してきたんですけども、農作業ももうそろそろ始まるということで、ここからまた片道400キロ帯広まで帰ります。ということで、バイバイ稚内。また来るよ。北海道十勝で農業をしていますさおりです。私の住む地域は冬になると雪が降って農作業がお休みになるので、その間は自作のキャンピングトレーラーで旅をしています。前回は帯広を出発して北海道のほぼ真ん中にある富良野を通り、3日間かけて稚内まで行ってきました。稚内ではたくさん観光もできたので、今日からまた数日かけて帯広へ帰ろうと思います。今回は今後の長旅に備えてバッテリー式の車載冷蔵庫を導入してみました。今年の冬に予定している日本一周の旅でも活躍してくれそうか、実際に使いながら試してみたいと思います。一旦トレーラーに戻ってきました。というのも、今回の旅からこちら車載冷蔵庫を新しく導入しました。冷蔵庫もうトレーラーについてるんですけど、1泊2泊ならいいんですけど、連泊分の食材を購入してってなると、すごく冷蔵庫がパンパンになってしまって、自分たちの飲む飲み物まで入れれなかったんですよ。だったらもう1個ちっちゃめでいいから冷蔵庫があればいいんじゃないかということで、こちらイーノーの車載冷蔵庫 D18 というものです。そう、冷蔵庫大きいのトレーラーにつけたのはいいんだけど、移動とかできないから、そういう面でもこうやって持ち運びできるのはいいなって思います。早速飲み物入れちゃおう。開けますね。じゃーん。割とコンパクトなんですけど、これでも18リットル入ります。この飲みかけのオレンジジュースも、このね、2リットルが縦に入るのめちゃくちゃいいですね。で、2リットルのお水。入るね。あ、いけるわ。3本入るじゃん。とりあえず2本でいいよ。で、お茶とか、お酒とか。余裕だね。余裕です。あとごめんなさい。冷蔵庫に入りきらなかったミスを。よし。これでいきましょう。この横の部分にバッテリーを入れれるようになってます。これをカチャってはめて、電気がないところでもこのバッテリーを充電しておけば、この冷蔵庫を使うことができます。OK。そしてこれで温度設定をすることができる。ちなみに温度は10度からマイナス20度まで設定することができるそうです。今はね、飲み物なので
一応0度に設定しておきました。キンキンが飲めるように。で、今、蓋がこっち向きで、車の外からは飲み物が入れやすい状態なんですけど、車の中から飲み物を取りたいなっていう時は、簡単に外すことができるので、こんな感じで蓋を外してあげて、こうですね。はい。これで車の中から飲み物を取り出せれるようになりました。稚内を出て帯広へ向かう帰り道は、行きとは違って西側のルートを通ってみようと思います。まだ利尻島が見えますね。今日は本当に天気がいいですね。稚内から移動してサロベツまでやってきました。だいたい1時間くらい走ったかな。本当に稚内を抜けてから海沿いを走ってるっていう感じなんですけど、何にもない。それはそれですごくいいというか、何もなく大自然が広がっています。昨日までとは違って風も穏やか、髪の毛も暴走していません。ちょっと出発が遅くなってしまったので、もう3時とかですけど、すごく穏やか。あれから1時間くらい経って、もう余裕で0度になってます。中はどんな感じかな？別に車の中で開ければいいんですけど、せっかくのお天気なので、ちょっと外に出してみました。おう、冷たい。おお、めっちゃ冷えてる。今回はこのトレーラーでの旅ということでサブ冷蔵庫として使おうと思ってるんですけど、正直旅はこの冬の期間中しかしなくて、なので夏の期間は農作業中飲み物を入れたりするのに使おうかなって思ってます。もう日が沈みそう。これから今日泊まる道の駅に移動します。ということで、今回はこの冬最後のトレーラー旅ということです。ということで、今回はこのキャンピングトレーラーで、今回この旅がこの冬最後のキャンピングトレーラー旅です。まだ始まったばかりだというのに、このキャンピングカー。こっから7ヶ月間はお休み。ほぼ乗ることないよね、多分ね。いや、乗ってられんじゃない。乗ってられんよね。無理だよね、多分。前に道東に行った時も、キャンピングトレーラーに対する質問が多かったので、それに答えたんですけど、割とね、まだ答えていない質問も多かったので、答えようかなと思います。最初に言われていたのが、風で倒れるんじゃないかっていうことを言われました。割と今回、帯広から稚内に、来る途中でも風のあるところを通ったりもしてて、風速10メートルとかあったよね。10どころじゃないとこ結構通ってんじゃない？特になんかこう、ふらつくとか、それこそ倒れるような感じは全然してないです。そんなんで倒れてたら、いや、まあね世。の中のトラック、横転だらけになる。なんか結構、風で倒れちゃうんじゃないかっていうのを心配してくれてる方がいたんですけど、それは問題ないかと思います。停止時のトレーラー、前足はつけないの。
前足っていうのが、きっとトレーラーの前のタイヤのところ。既製品のキャンピングトレーラーだったらあれだよね。止まってる時にさ、四つ角になんかガチャンって下ろして水平出すための足みたいのがついてるやつもあるのよ。うん。あつけないかな、でもそれは。ーうん別になくても、片側のタイヤの下に踏むやつ。タイヤ止めの踏むバージョンみたいな。あ、そう、スノーラダーの段階がある、こう、階段みたいになってるようなやつが売ってて、低い方のタイヤの下にそれ入れてしまえば、この左右の水平は調整できるし、前後の水平もそのくるくる回すやつで、上げれば、ってなるから、足までつけなくても十分水平取れるから。二軸になったから、あ、そうだよ。より安定して、うんそれで支えられるっていう感じだよね。しかも、ウェイトディストリビューションヒッチはいはいはい。のおかげで、前これでグーって下がってないから、水平保ててるから、平常時でも。だから、それはでかいんじゃない？ちなみに前の時は、その一軸だったんで、結構安定しなくて、このトレーラーの中歩いてる時も、すごい揺れる感じがあったんですよ。なので絶対、足、それこそ足をつけて固定しないとなかなか過ごしづらいっていう感じで、その時は、トレーラーの四つ角にパンダジャッキを2個、縦に2個連結させたものを作って、それを四つ角に、だから合計パンダジャッキ8個買って、四つ角につけて、ってやって、高さ水平調節してた。そうだね。そういうことをやってました。トレーラーのタイヤの荷重強度はどうなのでしょうか？バーストしないか心配です。車検証に記載されている範囲で言うと、シャーシが500キロ。550キロ。550キロ。で、上物がだいたい3トン。荷物を3トンまで乗せる。その上に荷物を3トンまで乗せていいですよっていう風になってる。その実際にトレーラーどのくらいの重さですよっていうのは、だいぶ前にも動画でお話をしているんですけど、トレーラー自体が、シャーシ込みでも、2トンはないかなっていう感じ。ブレーキとホイールとタイヤはもうハイエースの足をそのまんま持ってきてる感じなんだよね。このトレーラーは。真ん中のタイヤつなぐ車軸とかだけちょっと作り直してるんだろうけど、基本はもうタイヤもホイールもハイエースのものだから、ハイエースと同じ仕様で、うちにあるハイエースが、車重が確か2トン弱、に、積載荷重が、積載が1トン。だから合計3トンだよね。そうだね。人間乗ってまあ3トン強ってとこだと思うけど、だからそんなもんなんじゃない？ハイエースの足をそのまま使ってるから、だいたい同じぐらいの積載可能荷重。3トン半ぐらい合計で。で、その半分ぐらいだから、今実際に。空気圧はでも350ぐらい入れてるから。ハイエースとかキャラバンとかの荷物満載済みの時で400ぐらいが推奨だったはず。だから350、まあまあ荷物乗せてるよねぐらいな感じ。気づけば夜中の1時半です。この日はお昼くらいからこの冷蔵庫を使っていたんですけど、まだバッテリーが充電半分くらいあります。中を見てみると、ちゃんと冷えてますね。大丈夫そう。夜の間にバッテリーを充電しておきます。なので一旦取り外して、ポータブルバッテリーのコンセントから充電してみようと思います。冷却モードはマックスモードとエコモードの2種類があって、マックスモードは短時間で車内をしっかり冷やしたいとき、一方エコモードは消費電力を抑えながら安定して冷やしてくれるので、夜間だったりそこまで急いで冷やす必要がないときは基本的にエコモードで良さそうです。あと車のシガーソケットからも充電できるし、
ソーラーパネルでも充電ができるみたいなので、キャンプの時とか防災用としても使えそうです。中にライトがついているので、真っ暗な時も飲み物を出したりしやすくて、音も静かだし、室内でも使いやすいなと思いました。おはようございます。昨日はここ道の駅ロマン街道初山別に泊まりました。昨日はねだいぶ遅くなって真っ暗になってしまったんですけど、今日は深川くらいまで向かおうかなって思います。で、お昼ご飯食べたいところがあるので、とりあえずそこに向かっていきます。はい。畳下右側の引き出しと各扉にロックはつけていないんですか？ベッドは弾みませんか？ということで、走行中中はどうなっているのかカメラを設置してみました。見た感じ、ベッドも引き出しも大丈夫そうです。畳の下の引き出しは最初は何もつけていなかったので走行中に出てきてしまっていたんですが、最近ロックをつけました。今ロックをつけているのは畳下の引き出しと冷蔵庫で、それ以外には特につけていません。初山別村から出発して約1時間、留萌に入りました。ここでお昼を食べます。お邪魔したのはお食事処すみれです。なんとここメニューが300種類以上あるそうです。私が食べてみたかった海鮮丼です。ご飯が見えないくらい丼でいっぱい。丼でこのお店海鮮だけじゃなくて他にもお肉のデカ盛りメニューとかあるので、気になる方は Google とか見てみてください。深川に到着しました。ここは道の駅ライスランド深川というところです。初めて来ました。この道の駅結構 Google マップで見たら評価が良くて気になったので、今日はねここに泊まろうと思います。なんかいろいろご飯が美味しかったりもするみたい。やっぱね、車中泊ってなると道の駅で大事なのはトイレですよ。トイレが一番大事。あ、ちょっと変わったスーパーマーケット、お花マーケットって書いてます。へえ。これは普通のジュース？生ドリンクサーバー。何それ？海苔買います。買うってこれを？軽くてびっくりした。買うの？はい、買うの？はい、なんか展示品かと思った。味付けのこんなに食べる？食べる。深川は北海道の中でもお米の産地として知られていて、米粉を使った焼き菓子もありました。明日には帯広に帰るので、今日が最後の車中泊です。あっという間に今回の旅も終わってしまいます。で、今日はやっぱね、この冬の期間だと湧き水というものがなくて、タンクの水がなくなってしまったので、お水をねいっぱい買ってきたりとか、あとマヨネーズ買ってきて、飲むのは前
旅の時はそう冷やす場所がなかったのでちょこちょこ買い足してたんですけど、今回はお茶とか飲み物を買い溜めていて今のところ大丈夫そうです。今日もこの冷蔵庫を使って0度に設定してあるんですけど、朝満タンにして使い始めて今夕方の4時くらいでバッテリーが5分の3残ってるので、まあこの使い方でいくと全然1日持ちますね。よいしょ。OK。1本折れちゃった。お腹痛いんでアスパラ茹でます。今回の旅は結構ご飯いろいろと食べたいものがあったのでお昼がっつり食べたりしてて、あんまりねこのトレーラーで料理っていうのをしてないですね。前回道東に行った時に買った醤油、そして今回もないと思って買った醤油、しかもお刺身を買ってるし、塩も同じの買ってる。最後の晩餐アスパラ、マヨネーズ、これ肝心だよ。マヨネーズの口が3つか1つか。3つです。もうわかんないと思うけど2個買ったんだよアスパラ。細い方が九州で、太い方が北海道。細い方が北海道なんだ。あれなんて言ったっけ？細い方が九州で太い方が北海道。北海道のちょっとどこか忘れちゃった。ごちそうさまでした。今10時です。バッテリーがあと5分の2あります。で、ずっと冷蔵で使ってたんですけど、冷凍もできるので、冷凍でちょっと一回試してみようかな。この氷を入れておきます。マックスモードにしておくと、庫内25度の状態からマイナス20度まで30分くらいで冷えるみたいです。実際かなり早くて本当にあっという間でした。マックスモードでも消費電力が約 38W とかなり省エネです。うわー、すっごっ。すごいスイカだ。海外の人ってスイカ好きなのかな？今日もスイカジュースとかさ。なんか、練り消しの匂い。うん。できれば10月25までに、10月25の日曜までに全部終わらして、大間港に渡って、函館から大間に渡って、恐山にギリギリ滑り込みで間に合いたい。恐山って10月までなの？確か10月いっぱいだった気がする。いや、そもう一回行きたいな、恐山。雪降るからもうダメとか。じゃない？恐山サムネ映えしそう。うん。足を引っ張られました。鍛冶職人がこの冬、ずっと計画を立ててくれている今年の、カレンダー。農作業カレンダーです。4月から10月までです。うんうんうん。商品紹介のあれじゃないのよ。美瑛神社で手に入れる。美瑛神社で手に入れたメモ帳。制作時間、キャンピングトレーラー自作で作ってるんですけど、どのくらいかかりましたか？1ヶ月半ぐらいかかってるけど、でも、実際にガレージで作業してた日数で言ったら半分ぐらいだから、まあ、2、3週間、まあ1ヶ月かかってないぐらい。なんか材料の手配とかが、もう一回やったことがあったから、1号の時に。材料、この材料はどっから取る。で、どんぐらい前から言っとくみたいなのとか、ある程度頭に入ってたおかげで、材料待ちみたいなのがなかったから、結構早かった。簡単に言うと、大きい箱作ってるだけだからね。箱を作ります。箱は誰でも作れるじゃん。箱がただ作る箱がでかいだけ。いやそれでもやっぱり、そのね、技術とかがないと素人ではできないし、
できるって技術なんかないよ。そう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 。独学なんですかっていうの結構来るよね。ね、言われるけど、独学って言えるほど大したもんじゃない。学んですらいないから別に見よう見まねだし、うんうん、素人設計だし、設計でか設計図もさ、うんないしさ、設計とかして、設計図とか作ってやってるわけじゃないから、本当独学なんて言えるレベルの技術じゃないですね。独学にすらならない。うん。本当になんか、ただの、本当に素人の工作。トレーラーの熱が逃げないか。まず、断熱材を入れてます。全体にね。今のところ、温度的には特に問題ない。熱が逃げてる感じとかもしないかなって思います。そのタイミング狙ってたじゃん。なくないあんま。熱って。熱い。ストーブじゃない？ストーブが自動で、22度に設定したら22度で止まるから、今まで使ったやつは、22度に設定したら、止まるんじゃなく、一番低い出力で稼働し続けてたんですよ。これが正解だね。これね、めっちゃいいと思う、この選択肢。ただ、家で使う前提で設計されてるだろうから、こうなんか、長距離走って、ガタガタ振動して、っていう環境に設置する。まあ、移動中はつけはしないけど、それでどれぐらいね、持つかっていうのはわかんないから、自己責任ではあるけど、まあでも、給排気外に出せて、タンクカートリッジで、できんだったら全然いいんじゃない？明日気をつけて帯広まで帰ります。はい。おやすみなさーい。バイバーイ。帯広に戻ってきました。ここはね、ハウスの中でついに農作業が始まりました。ということで、旅動画は一旦お休みになります。去年の12月から今年の1月くらいにかけて新しく第2号目のキャンピングトレーラーを作って、今年は、北海道をちょっと旅したくらいだったんですけど、また今年ね、収穫が終わって11月頃からは道外を旅したいと思っているので、それまではしばらくこの農作業の様子をお届けします。今年も農作業頑張っていこうと思っているので、応援よろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。